ンダーコットンを1玉使います。色番は25番です。お好きな色を使ってください。かぎ針が4号と5号、ハサミとマーカーととじ針を用意します。お好みのボタンを5個、こちらは 15mm のものを使っています。今回の作品、基本的には4号の針で編みますが、最初の作り目のところは5号のかぎ針を使います。鎖編みの作り目なんですが、きつくなりがちな方が多いかと思います。1号大きいサイズで編むと後を編みやすいかと思います。では、ここから鎖編みを181目です。サイズを変更する場合は8の倍数プラス5の目数になるようにします。見本は鎖編み短めに編んでいますが、皆さんは181目編んだところですね。長い鎖編みで模様を拾うとき、最後に目数が合わなくなることがよくあります。ですので、おまけで3目ほど余分に編んでおきます。余ったら最後ほどけばいいので、少し余分に編んでおくと安心ですね。ではここから針を5号から4号に持ち替えて模様を編んでいきます。まずは鎖編み3目で立ち上がります。そして針にかかっているところから1、2、3、4番目の鎖です。鎖を割って長編みを2目編みます。次は1、2、3、3目飛ばして4つ目ですね。長編み1目、鎖2目、同じところに長編みを1目編みます。次は1、2、3目飛ばして4つ目に長編みを2目、鎖1目、同じところに長編みを2目編みます。次は1、2、3目飛ばして4つ目に長編み、鎖2目、同じところに長編みです。次はここと同じように編みますね。1、2、3目飛ばして4つ目に長編み2目、鎖1目、長編み2目です。ではこれを繰り返して端まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。長編み2目、鎖1目、長編み2目編んだところですね。最後は1、2、3、4つ目に長編み、鎖1目、同じところに長編みと編みます。で、この時に目が残っていれば残った分はほどいておきます。では2段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がります。向きを変えて、この鎖を側にすくって長編みを2目編みます。
次は長編み2目の間ですね。ここに長編み鎖2目長編みです。次は長編み1目鎖2目長編み1目のところですね。ここに長編み2目鎖1目長編み2目です。下の段と互い違いになるように編みます。もう一度やってみます。ここは長編み鎖2目、もう一度長編み、次は長編み2目鎖1目長編み2目です。ではこれを最後まで編んでいきます。では編み終わりのところをやってみます。立ち上がりの鎖編み3目のところですね。ここに長編み鎖、もう一度長編みを編みます。3段目をやっていきます。3段目も2段目と同じ編み方になります。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。鎖を側にすくって長編みを2目ですね。下の段とは互い違いになるように編みますので、長編み鎖2目長編みです。次は長編み2目鎖1目長編み2目です。ではこの編み方を繰り返して21段編み進めます。見本では5段編んだところですが、実際には21段編んだところになりますね。ではここから針を5号に持ち替えます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。鎖編み3目です。鎖を側にすくって細編みです。鎖編み3目鎖を側にすくって細編み鎖編み3目鎖を側にすくって細編み。ではこれで端まで編んでいきます。編み終わりのところですね。最後は立ち上がりの鎖のところに細編みをします。こちらが181目22段で実際に編んだものです。横の幅ですね、約85センチ、それから高さが23センチぐらいになっています。ではここで一旦糸を切ります。では次はワンダーコットンの外側の糸、色の濃い方から使っていきます。ここからはかぎ針4号を使います。編み終えたところに糸をつけます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。糸端は編みくるみながらいきますね。鎖3目のところは側にすくって細編み3目です。細編みのところに細編みですね。鎖3目のところ側にすくって細編み3目です。細編みのところに細編みをします。で
ではこのように編み進めます。1段で細編みが181目になります。もう1段同じように細編みで181目編んでいきます。細編みで2段編んできました。では3段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。1目飛ばして次の目に長編みをします。飛ばした目に戻って長編みをします。長編みがクロスになりました。次ですね。ここはさっき編み入れた目ですから1目飛ばして次の目に長編みをします。飛ばした目に戻って長編みをします。1目飛ばして次の目に長編みです。飛ばした目に戻って長編みをします。ではこのように長編みをクロスに端まで編んでいきます。編み終わりのところですね。2目残りました。最後の目に長編み、飛ばした目に長編み、では次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。根元に細編みをします。鎖編み1、2と編んだら次の目に中長編み3目の玉編みを編みます。鎖を3目編みます。1、2飛ばして3つ目に細編み。これで一模様できました。もう一度やってみます。鎖1、2と編んで次の目に中長編み3目の玉編みです。鎖編み3目、1、2飛ばして3つ目に細編みです。鎖1、2、次の目に中長編み3目の玉編みです。鎖編み3目、2目飛ばして3つ目に細編み。ではこれを繰り返して端まで編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。中長編み3目の玉編み、鎖編み3目、1、2飛ばしたら立ち上がりの鎖3目のところですね。ここに細編みをします。ではこれで糸始末をしておきますね。では反対側も同じように編んでいきます。身ごろの胸元の部分と裾の部分に縁編みができました。次はここですね。前立ての部分をやっていきます。ではビスチェをこのように置いて、こちら側向かって右側です。着た時は左側、こちら側はボタンを縫い付ける側になります。向かって左側、着た時右側はボタンホールを作る側になります。ではこちらボタンを縫い付ける側ですね。こちらからやっていきます。これはすべて細編みで編んでいきます。まずは縁編みをした長編みのところですね。ここに糸をつけて細編みをします。あとすべて細編みで拾っていくわけですが、そうですね、だいたいここだったら2段に対して細編み5目ぐらい拾っていくといいかなと思います。本体部分でだいたい52目ぐらい、
縁編みをそれぞれ4目で編んで、全体で60目細編みで編むことにします。ではこれでこちら側の鎖3目の立ち上がりですね。ここまで編んでいきます。細編みでここからここまで1段編みました。ではこの後そうですね、残り5段、全部で6段編んでいきます。こちら側細編み6段編めました。では今度こちら側ですね、ボタンホール側をやっていきます。こちら側も先ほどと同じように1段細編み60目で3段編んでいきます。次はボタンホールを開けていきますが、位置を決めます。ではボタンホールを開けていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。ここから細編みをマーカーの2つ手前まで編んでいきます。ここまで編んだら鎖編み3目です。1、2、3目飛ばして4つ目に細編みをします。これでボタンホールが1つ開きましたね。ではまたマーカーの2つ手前まで細編みで編んで、その後鎖編み3目という形で最後まで編んでしまいます。ボタンホールを開けてきました。では次の段は細編みです。鎖1目で立ち上がって向きを変えて細編みをします。細編みの部分はそれぞれに細編みです。鎖のところは側にすくって細編み3目ですね。細編みのところは細編みです。ではこれで端まで編んでいきます。4段目編んできました。ではあと残り2段細編みで編み進めます。ボタンホールの側の前立ても編めました。ではボタンホールの位置に合わせてボタンを縫い付けます。次は肩紐を編んでいきます。では鎖編み11目です。1段目です。立ち上がりの鎖3目ですね。針にかかっている目から1、2、3、4、5番目の鎖に長編みです。次の鎖に長編みです。次は鎖編み1に飛ばして3つ目に長編み2目、鎖編み3目、同じところに長編み2目です。次は鎖編みを1に飛ばして3つ目に長編み、残りの目に長編みを編みます。
2段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。下の段の長編みに長編みです。もう一つ長編みを編みます。次は鎖編み3目編んで、下の鎖を側にすくって細編みをします。次は鎖編み3目、下の段の長編みに長編みをしていきます。立ち上がりの鎖のところにも長編みをします。次は3段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。長編みに長編みをします。次はこの細編みのところに長編み2目、鎖編み3目、同じところに長編み2目です。次は長編みのところにそれぞれ長編みを編みます。最後は立ち上がりの鎖のところに長編みですね。4段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。長編みのところに長編みです。鎖編み3目です。下の鎖を側にすくって細編みをします。鎖編み3目です。次から長編みを3目編みます。ではこの編み方を繰り返して33段まで編み進めます。33段まで編みました。34段目をやってみます。鎖3目で立ち上がって向きを変えます。長編みですね。最後は鎖編み1、2とします。これまでは3目でしたが、ここは鎖2目で細編みをして、鎖2目、長編みを3目編みます。ではここで一旦糸を切ります。では次は両サイドを細編みで拾っていきます。じゃあ角のところに針を刺して糸をつけます。鎖1目で細編みをします。立ち上がりのこれは鎖のところですね。側にすくって細編みを2目編みます。長編みが入っているところに細編みです。長編みの足の部分ですね。側にすくって細編みを2目編みます。長編みの頭のところですね。細編みです。立ち上がりの鎖のところ側にすくって細編みです。長編みの足が入っているところ細編みです。長編みの足のところは側にすくって細編みを2目です。ではこの形で最後まで編んでしまいます。
こちら側細編みで拾いました。反対側も同じように細編みで拾っていきます。両側を細編みで拾って肩紐が編めました。では肩紐を縫い付けるのでビスチェに、仮留めします。こちらはまず 1,2,3,4 模様開けて5模様目から3模様分ちょうど幅が合うと思うのでその位置で仮留めします。でここは8模様を飛ばして9模様目から3模様分ですね。で仮留めをしています。こちら側も同じようにやっておきます。では裏側から糸をまず絡めますね。抜けないようにしっかり絡めておきます。表側に針を出して裏側に針を出すときには肩紐の編み地にもしっかりと針を通します。では続けて縫っていきます。ではこれで完成です。でビスチェ1で糸がだいぶ残りました。88g ですね。次回はこの糸でセットで使える何かを作ります。